もいつ何時でも無課金を貫きたいずんだもんなのだ。チャンネル登録高評価しないと毎日10連してもらうつむぎだよ。決まりです。本日はいつの間にか報酬窓口に入っていたホビーハイザップに乗っていくのだ。ホビーハイザップといえばあれじゃん、スポーツ用の機体なわけで、そんなの使えるの？今期は民間用のため武装がほぼないと言っても過言ではありません。しかしそこは PMU さすがの魔改造が施されています。兵装が追加されただけでなく主兵装どちらも上位コストから持ってこられています。まあすげえのだ。すげえって把握してないの？かのアムロも初見のガンダムを乗りこなしてみせたのだ。つまり僕もいけるということなのだ。ちなみにカスパは格闘補正はしまし走行やは目なのだ。この構成こそがレベルの高い合格点をオールウェイズ出してくれるのだ。初乗りでレッド、しかも走行すら乗らないってニュータイプかな？ふふん、僕を褒めたって何もレアしないのだ。何か出るとしたらバズーカかグレネードくらいなのだ。あ、そういえばこの機体グレネードが即よろけという珍しいタイプでしたね。グレネードが即よろけってことは疑似スラウチができるってこと。最強なのだ。コーレはティア爆上がり間違いなし。太古の昔からスラウチ即よろけ強いって決まってるからね。おお、このコストの支援機が持っちゃいけないスキルが君が持つから。レジストムーブなど高コストに高速力の高い強襲機体から許されるスキルなのです。支援扱いの前で散っていった強襲の涙は僕が拭うのだ。果たして涙を流す理由はそれだけなのでしょうか。いや、それは汎用扱いにも起因するでしょう。汎用なんて強襲に性能でかなうわけないんだよね。そんな汎用なんかやっちゃいなよズンティ。スライフレイル、ちょっと格闘家欲がおかしいだけで350の乗るんと言われるならこの機体も350のペーネロペーと呼ばれてもいいはずなのだ。ペーネロペーというにはあまりにも足りなさすぎるんだ。鳥また危険下で飛んでもろて。いいとこいリア族といったところでしょう。同じ族ですし。拠点前で無敵を解いている敵。いつもなら射撃で自身の過ちを認めさせるのに。格闘教習だからね、仕方ないね。起動したての支援機を襲おうと思ったのにカジムが降ってくる。どうしてこんなことを。支援機を守るために舞い降りるバズハン。そのようはまるでさらわれそうなヒロインを助ける王子様。さすが王子様の人望。お姫様の人気。あっという間にスライフレイルという名の騎士がやってきたよ。機体が持たないのだ。ここは脱出して敵拠点を。悪は滅ぶ滅ぶべくして。僕はいつの間に悪役に。ずんだもんそれはね、言葉の親ってやつだよ。450コストのジム3パワードだってパチムって呼ぶことあるでしょ。支援砲撃もそうだと同意してくれています。支援砲撃もそういうならまあ。やっぱり支援砲撃は信用ならんのだ。ダメか。あそこで支援砲撃が当たらなければ騙せたというのに、やはり支援砲撃はなくなるべきですね。手のひらアック。まあそんなことはどうでもいいのだ。今はスライフレイルに集中。マニューバに感謝を述べるのだ。いくら強い機体でもここは350コスト。回避レベルになんて贅沢なものめったにもらえないんだよね。こちら側のスラスターが残っていれば倒せたのですが、今は一時の勝利に杯を捧げるとしましょう。痛いな。やり返してくるなら有利視点にいる僕が勝つ。かかってこいなのだ。帰ってきた答えは粘着グレを一つペタ。追撃を免れるならこれがベストとも言えそう。退いていった敵は追わず味方が狙う敵をフォーカスする方が対価がいいと皆思うことでしょう。今が即よろけグレの生かしどころ。いつも通りのクソエイム。いつも通り過ぎて安心感すら覚えるよ。クソエイムだからずんだもんなのか、ずんだもんだからクソエイムなのか、人にできることができないのがずんだもんなんですよね。やはり格闘だけが射撃を凌駕するのだ。そんなこと言ったって格闘する前に射撃でよろけ取らなきゃ安心できないんだよね。わかるわかるよ。生角を勢いようとした瞬間周りの鉄器が全て集まって無限タックル地獄。頭が。インパクトムーブを持ってるアック陣を拘束できたのはでかいのだ。でも大事なコンボ中に落ちちゃうのは小さいよね。強襲をここでもっと削れれば自由に動くことも味方汎用も支援機を守りやすくなるのですが。ああ、みんなして僕のことをそう言うから緊急回避が漏れちゃったのだ。ふむふむ、怒ったら緊急回避を発動すると。これは何かをひらめく前振りのあれですね。一体どんなことをひらめくのでしょう。何も思いつかなんだ。バカな。もう回避だと嫌がらせしかできないよね。バズーカだったら使い道あったよ。スライフレイル、君があくまで僕がのこのこ出てくるのを待つというなら僕が待ってやるのだ。これはしびれを切らした方が負けるデスゲーム。でくるんかい。おそらく機体性能の差でゴリ押せると思ったのでしょう。しかし馬頭家は右肩視点のゲーム。右から回る形が強いのは当然です。確かにスライフレイルは欠点の片手で数えれるくらい強力な機体なのだ。でも強襲と汎用には越えられない壁があるってことなのだ。うわ出たよ強襲最強論者。本当にそうなら全強襲になるって話。550コストは例外ですけどね。汎用機が環境だって支援機
てるけど前に環境汎用に来ずんだもんがチャレンジャーだから。ちょっとだけ。ノットグレイト。これは終わった高専総裁番域間違いなし。やっちまったのだ。あれだけ普段から気をつけてたのに。これは重罪ですよ。コンボしているのが誰か分かっていたのですから。僕はなんてことを、返してダメージも出ないした角のために味方を。味方スライプレールは許してくれないだろうね。でもそれで腐ってしまうのは望んでないんじゃないかな。つむに知らないけど。つむに他人のことなんか何一つ分かりませんからね。確証ない限り勝手なことは言えません。でも進むべき道は見えたのだ。僕は鉄器を破壊する。それだけを考える。スコアを入れる方法で一番手っ取り早いのが機体撃破だからね。このまま鉄器のお尻を追っかけていくんだよ。そういう感じで言うと少し変態気味に聞こえるのは私だけでしょうか。いいえ、海ずんだもんを変態と思うことでしょう。そんな、僕が変態だなんて、ひどいのだ。いや、ずんだもんは変態だよ。何を根拠にそんなこと。根拠はない。でも確信がある。時にはそんなのも必要でしょ。まるで将棋ですね。僕は変態なのかもしれない。まあそんな変態かどうかのトークに花を咲かせても仕方ないんだけどね。一体誰が始めた話なんでしょうか。スラスターがうまく吹かせない。ここからじゃ高所にいる敵に攻撃できないからささっと移動しないと。アーク人がスルーしてくれたのが幸い完全に捕まるコースでしたね。リスク管理はやはり大切です。あの時できなかったことを今ここで。今度はグレイト。味方を守ることは自分を守ることって偉い人みんな言ってる。味方はいるだけで攻撃機会の分散やカットの可能性を秘めるいわば原石なんですよ。無敵中の敵ほど怖いものはないとよく言ったものなのだ。怖すぎて自然と足が震えてくるような。体全体が震えてるのよ。それじゃ高所からの攻撃は通りますが回避されてしまいますね。格闘でも射撃でもよろけ継続のタイミングを完璧にしたいとしみじみに思うのだ。ホビーハイザックだったのだ。使いやすい強襲だったけど即よろけグレっていう面白みもある機体だったね。フィーリングで使えていい戦績を出せる機体はいい機体だって決まってるのだ。それではご視聴ありがとうございました。